7人全員の仲がいいことで知られる BTS。中でも、ジミン×テテクオズは同級生ならではの空気感で、アーミーからも絶大な人気を誇る2人です。しかし、なぜか、たびたび不仲説が浮上してしまうクオズ。今回は、またも不仲説が囁かれた黒板事件にスポットを当て、クオズの不仲説の真相について調べてみました。ジミンとテテの出会い。言わずと知れたクオズは1995年生まれの同級生コンビ。テテの方が8ヶ月ほど早く事務所に所属し、その後、ジミンが最後の練習生として宿舎に赴くことになります。すでに宿舎での共同生活を始めているメンバーの中へ飛び込むことにひどく緊張していたというジミン。不安な気持ちで宿舎のドアを開けると、そこにいたのは赤いパンツだけを身につけたあられのないテテの姿。ものすごいインパクトですね。ジミンはとんでもないところに来てしまったと思ったようです。この強烈な出会いが後に唯一無二の親友となるジミンとテテの貴重な初対面でした。宿舎同様、先にテテが通っていた学校にジミンが転校することに。ちなみにジミンはもともと名門校の釜山芸術高等学校舞踊科へ首席合格しています。その後オーディションを受けて練習生になることが決まり、夢を追うため周囲の反対を押し切って上京。テテもオーディションを受けようとしたものの両親に反対され、仕方なく見学だけしに行ったところ、新人開発チームのスタッフにオーディションを受けに来なさいと声をかけられたのをきっかけに両親を説得。非公開オーディションを受けて練習生になりました。そんな2人は韓国芸術高校へ一緒に通うことに。調査校的なテテはここでも緊張していたジミンを転校初日から友達や先生に紹介して回ったそう。テテの優しさがきっとジミンにはとても嬉しかったでしょうね。しかし2人はクラスが違いました。そのためいろんな人にジミンと仲良くしてねとお願いしていたテテでしたが、休み時間に様子を見てみると一人きりで携帯を触っているジミンの姿が。これに怒って、どうしてジミンを一人にするのと友達に抗議したテテでしたが、どうやらジミンは人見知りが激しく、20分ほど話してみても会話がうまく続かなかったようです。ジミンも大きな変化の中ですぐに対応するのは難しかったのでしょう。その後、学校生活に慣れてからも、テテは休み時間のたびにジミンの元を訪れ、購買などに誘っていたと同級生が明かしています。過酷な練習生時代にも、学校にいる間は一緒に学生時代を楽しめていたのだと思うと、なんだかホッとしますね。クオズはソウルメイト。学生時代から同じ時を過ごし、多くの苦難を共に乗り越えてきたクオズは、2人にしか分かり得ない深い絆を築いています。クオズは唯一無二のソウルメイト。時には双子クオズなんて呼ばれるほどに、いつも一緒の2人はシンクロ率も双子並みです。見ているだけで癒されますね。テテはデビューするまで防弾少年団の秘密兵器として非公開メンバーとされていました。後にバン PD が容姿端麗なテテが他の事務所へ移籍してしまうことを防ぐためだったと明かしています。そのため Vlog や SNS などで他のメンバーが公開される中、テテだけが最後まで包み隠されていました。一見特別待遇のようにも感じますが、テテは強い孤独感を抱いていたようです。テテ本人からしてみれば当たり前のことですよね。他のメンバーと一緒にいるのに映ってはいけないなんて寂しすぎます。このまま公開されることなくクビになってしまうのではと次第に不安が膨らむテテ。そんな気持ちを察し、少しでも不安にならずに済むよう、いつもテテの気持ちに寄り添っていたのが優しいジミンです。デビュー前、まだあどけない J-HOPE ジミン・ジョングクがカバーしたグラデュエーションの MV で
3人は制服姿を披露したことがありました。この時ジミンが着ていたのは、なんとテテの制服。参加することのできないテテの代わりに、制服だけでもと着てくれたのでしょう。それだけでなく、練習生時代に、ジミンが SNS に投稿してきたセルカには、わからない程度に、テテの姿を一緒に写したものがたくさんありました。テテは、自身が初めて配信した単独の Vlog でこの事実を明かし、僕はずっとメンバーと一緒にいました。嘘じゃないよ。これからはたくさんいいところを見せて、防弾少年団の V として頑張りますと心境を語っています。ジミンの優しい気遣いに心が温かくなりますね。テテが公表しなければ知り得ないことばかりで、どれもテテの寂しい気持ちをおもんばかっていることが伝わります。そんなジミンがプロデュースしたクオズのユニット曲フレンズの歌詞には、2人の思いや記憶がぎゅっと詰まっていて、歌詞のどこを切り取ってもとても美しい楽曲です。君は僕のソウルメイトと言える素敵な関係が羨ましいですね。クオズが尊いとはまさにこのこと。いつかこの歓声が止むとき一緒にいて、君は僕のソウルメイト。永遠にずっとここに一緒にいて、君は僕のソウルメイト。7回の夏と冬よりも長く、たくさんの約束と思い出よりも長く。ジミンが起こした黒板事件とは、不仲説の真相。喧嘩するほど仲がいいとは、この2人のためにあるような言葉で、些細なことですぐに喧嘩するクオズは、たびたび不仲説が囁かれています。確かによく喧嘩しているクオズですが、すぐに仲直りするだけでなく、喧嘩するたびにお互いの理解を深めているように見えますよね。それでは、なぜ不仲説が唱えられてしまったのでしょうか。議論が巻き起こったのは、2018年6月にジミンが SNS に投稿した画像。この画像をきっかけに、当時はアーミーの間で物議を醸す大事件となってしまいました。投稿された画像に映し出されていたのは BTS と大きな文字が書かれた黒板です。BTS をぐるりと囲むようにしてメンバーの名前が書かれていましたが、よく見てみると連なる名前は6人だけ。そこにはテテの名前だけがありません。これにはジミンへ批判の声、擁護する声、2人の関係性を心配する声など、アーミーからは様々な意見が飛び交いました。テテの名前を書き忘れるなんてひどい。うっかりすることは誰にでもある。もしかして本当は仲が悪いの？むしろあれだけ仲がいいからできるのでは？と心配のあまり憶測で話が膨らんでしまいます。騒動を知ってか、その後ジミンはテヒョンの名前を書き忘れてしまいました。涙と再度投稿。続けて愛してるよ、テヒョン。次はすごく大きく書いてあげるからね、と反省する様子を見せながらも、テテのことをフォローしていました。そして数ヶ月後、テヒョン愛してるよ、とハッシュタグをつけて、ジミンが物議を醸した黒板を再び投稿します。そこには、以前と同じ黒板の文字に、今度は、ごく、はっきりと V と書かれた画像がありました。しかも、V の文字は、上段と下段のメンバーの名前をつなぐように、2箇所に書かれています。忙しい合間を縫って、きちんと、テテの名前を書いて7人揃った状態での写真を投稿してくれたジミン。どうやら、テテの名前がなかったことに深い意味はなく、ただ本当に書き忘れてしまったようです。個人的には、クオズに限って不仲ではないと思いますが、もし不仲だったと仮定してみても、公式の場で、あえて、テテの名前だけを外すことに、何のメリットもありません。現に、張本人のジミンは騒動に巻き込まれてしまっています。ジミンのうっかりした一面が波紋を呼び、不仲説まで浮上してしまった黒板事件。しかし、フォローするジミンの投稿には、テテへの愛情も見て取れますよね。クオズは、特に気にすることなくケロッとしていそうな気もします。
2人がお互いに理解していれば、それでいいのではないでしょうか。クオズの仲良しエピソード。何度も湧き上がる不仲説をも吹っ飛ばすのがクオズの絆。ジミンとテテの仲良しエピソードは山ほど存在します。中でも、アーミーの感動を呼んだのが、ボンボヤージュシーズン2でのハワイ編ではないでしょうか。旅の中で、メンバー宛てに手紙を書く企画があり、それぞれが胸に秘めた思いを伝えるアーミー必見のエピソードがあります。そこで、テテは、ジミンへ、感謝の思いを涙ながらに明かしました。その手紙の内容は、なんとも純粋で温かくテテらしい優しさに包まれていて、同じように涙を流したアーミーは多いはず。そんなテテの手紙には、デビュー前から2人が共に歩んできたエピソードが綴られていました。ジミンは BTS の中で最も練習生期間の短いメンバー。その期間は約1年で、練習期間が短いジミンのメンバー入りには、一部否定的な意見も当時はあったようです。そのため、ジミンはデビューを果たすまでに、なんと8回もメンバーから外されそうになったことがあると明かしています。テテは、この時のことも手紙で振り返りました。デビュー前、お前が不安に感じていた時があったよね。僕は、その時会社とミーティングをしたことがあって、そこで、チームにジミンがいたらどう？って質問された。しばらく考えた後、苦しい時や嬉しい時、いつも隣で一緒に笑ったり泣いたりしてくれるのはジミンしかいません。こんな友達とずっと一緒にいたいです。一緒にやりたいですって答えたんだ。そんなテテの思いやジミンのストイックな努力が実り、共に BTS として活動を始めることができたのですね。続けて、テテは、ジミンへ、感謝の思いを伝えます。お前とこうやってデビューできて嬉しかったし、良い思い出を残せて本当に幸せだった。そして、ごめんね。いつももらってばかりで。僕がトイレで泣いていたら一緒に泣いてくれて、夜中にこっそり抜け出して一緒に笑ってくれて、気遣ってくれて、考えてくれて、僕のために努力してくれて、理解してくれて、悩みを聞いてくれて、とても足りない友達を好きでいてくれて、これからも長く花道を歩こう。愛してるよ、ジミン。テテの純粋な気持ちを受け取ったジミンは、穏やかな笑みを絶やすことなく、嬉しそうに微笑んでいました。そして、ちょっぴり恥ずかしそうにしながら、ジミンも感謝を言葉にします。そばで見守る人たちは、僕ばかりがテヒョンを気遣っていると思うかもしれないけど、むしろ僕がテヒョンから学ぶことが多いし、良い感情や感動をたくさんもらいます。そんな時、この子が僕の友達でよかったって思うんです。だから、僕もありがとうって言いたいんだけど、テヒョン、泣かないで。なんで泣くんだよ。アーミーが見ているクオズは、きっとほんの一部で、想像する以上に、二人の絆が深いことが伝わってきます。大きな瞳から涙をこぼしててと、微笑みながらそれを見守るジミンの姿がとても美しくて感動的なシーン。何度見ても涙なしには見られません。まとめ。今回は、騒動を巻き起こしたクオズの黒板事件の真相について調べてみましたが、いかがでしたか？デビュー前から現在までも共に支え合ってきたクオズ。個人的にはクオズの不仲説はないと思わずにいられません。それほどまでにジミンとテテは強い絆で結ばれているように感じます。そんな二人が BTS のメンバーであることが誇らしいですね。喧嘩するほど仲がいいクオズからはこれからも目が離せません。